ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは犬の感動ストーリーを配信しています。様々なエピソードを紹介していますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは物語の始まりです。灯台森と城。波の音が響く孤島に、古びた灯台がそびえ立っていた。潮風にさらされて無数の傷を負った白い壁は、幾度となく嵐を耐え向いた証だ。かつてはこの海域を航行する船にとって、頼りとなる光を放っていたが、今ではその役目を終え、ただ潮風にさらされるだけの存在となっていて。しかし、灯台が役目を終えても、そこを離れようとしない者がいた。一匹の白い犬。名は白。中が鯛のほどの大きさで、ふわりとした毛並みを持ち、片耳が少し血だれている。彼はまるで灯台を守る最後の番人のように、毎日、そこに座って海を見つめていた。彼が待っているのは、かつてこの灯台を守っていた老人源蔵だった。5年前、この灯台には、たった一人の住人がいた。源蔵は60歳を超えた男で、長年灯台守として生きてきた。孤島での生活は決して楽ではなかったが、彼は不満を言うこともなく、毎晩決まった時間に灯台を点灯し、海を見つめていた。この明かりが消えちゃいかん。船乗りの命がかかっとるからな。彼がぼそりとつぶやくと、足元にいた城が小さく鳴いた。お前もそう思うか。城は源蔵の横にぴたりと寄り添い、彼の顔を見上げる。その黒い瞳には、どこまでも純粋な忠誠が映っていた。お前は賢いな、城。わしよりよっぽど信頼できる灯台守かもしれん。源蔵はくしゃりと城の頭をなでた。城は嬉しそうに尻尾を振る。彼らはずっとこうして、灯台を守りながら静かな日々を過ごしていた。食料は定期的に本土から届く。灯台守としての仕事は単調ではあったが、源蔵はこの生活を気に入っていて、都会の喧騒も、人付き合いの煩わしさもなく、城と共に生きるだけで満ち足りていた。しかし、その平穏な生活は、ある日突然終わりを迎えた。それは寒さが厳しくなり始めた秋の終わりだった。その日、源蔵はいつものように灯台の階段を上がっていた。しかし、数歩進んだところで、視界がぐらりと揺れた。あれ？足元がふらつき、次の瞬間、彼はバランスを崩して階段に倒れ込んだ。ぐ。鋭い痛みが体を走る。城が駆け寄り、心配そうに吠えた。大丈夫、大丈夫や。そう言いながらも、源蔵は自分の体が思うように動かないことに気づいていた。息が浅くなり、視界がぼやける。灯台の階段の上で、彼はそのまま意識を失った。次に目を覚ましたとき、源蔵は病院のベッドの上にいた。気がつきましたか？隣に立医者が安堵の表情を浮かべた。ここは、本土の病院ですよ。あなたは灯台で倒れていたところを、定期便の船の船員が発見しました。重い脳梗塞を起こしていたんです。幸い、一命は取り留めましたが、源蔵は頭を押さえた。灯台は、すでに無人になっています。もうあなたが戻ることはありません。その言葉に、源蔵は愕然とした。灯台は彼の人生そのものだった。そこを離れることになるとは、考えたこともなかった。そして、もう一つ、彼には気がかりなことがあった。城は、その問いを口にしようとしたとき、彼の意識は再び暗闇へと落ちていった。一方、その頃、灯台では、城はいつものように、源蔵が降りてくるのを待っていた。しかし、待てども待てども、
玄三は帰ってこなかった。やがて、灯台の光は消えた。船が来ても、灯台の扉が開かれることはなかった。漁師たちはあの老人はもう戻らないと噂した。けれど、城はそこを離れようとはしなかった。彼はただ、海を見つめながら待ち続けた。潮風に吹かれ、嵐の夜を耐え、暑い夏も寒い冬も、ただひたすらに待ち続けた。船が来るたびに、彼は耳をピクリと動かし、立ち上がる。けれど、そこに玄三の姿はなかった。そしてそこから5年。長い長い時間が流れた。誰もが灯台を忘れ、城が何を待っているのかも知らなくなっていった。それでも、城は変わらず、そこにいた。なぜなら、彼の主人はすぐ戻ると言ったからだ。城にとって、その言葉は絶対だった。海を見つめ続ける彼の瞳には、決して消えることのない希望が宿っていた。そしてその希望は、ある日、思いがけない形で現実のものとなる。5年間の待ち続ける日々。風は潮の香りを運び、波が岩を打つ音だけが響く。その灯台の前に、一匹の白い犬がいた。城は動かない。灯台の主が消えた日から、彼はずっとここにいた。誰もが彼を憐れんだ。誰かが島に渡るたびに、餌や水を持ってきた。しかし、彼はただ必要最低限のものを口にするだけで、決して灯台の前から離れなかった。なぜなら、玄三はすぐ戻ると言ったから。城にとって、その言葉は何よりも確かなものだった。彼は毎日、同じように待ち続けた。1年目。玄三が消えて最初の冬、城は寒さに震えながら灯台の影に身を寄せていた。冷たい潮風が毛皮の奥まで入り込み、体は痩せ細った。島には人がほとんど訪れず、餌をもらえる機会も限られていた。それでも、城は決してこの場所を離れようとはしなかった。ある日、島に物資を運ぶ漁師が、灯台に向かって声をかけた。城、お前まだいるのか。白髪の豚汁漁師は、ポケットから小さなパンの切れ端を取り出し、そっと地面に置いて。城はそのパンを見つめたが、すぐには口にしなかった。彼の目は、ただ遠くの水平線を見つめていた。2年目。灯台はすっかり無人となり、かつて玄三がいた痕跡も風雨に現れて消えていって。しかし、城はそこにいた。ある日、本土から調査のために訪れた役人たちが島に上陸した。この犬、ずっとここにいるのか。ああもう2年になるな。もう飼い主は戻らないんだろう。誰か引き取った方がいいんじゃないか。そうかもしれんがな。そう言いながらも、島の漁師たちは誰も城を捕まえようとはしなかった。なぜなら、彼らは知っていた。この犬が、ただの野良犬ではないことを。この犬は、誰かを待っている。3年目。新聞に、小さな記事が載った。灯台で主を待ち続ける白い犬。それは小さな話題となり、町の人々はなんて忠実な犬なんだと感嘆の声を上げた。ある若い女性が島に渡り、城を引き取ろうと試みた。しかし、彼女がリードをかけようとした瞬間、城は後ろへ飛び抜いた。そして、再び海を見つめる。女性は涙ぐみながら、彼の背中をそっと撫でた。あなたは、まだ帰りを信じているのね。彼女は城の首元に小さなスカーフを巻き、また来るねと言って島を後にした。それでも、城は動かなかった。4年目。城の体はさらに痩せ、かつてのふわふわした毛並みは少しずつ荒れてきていて。それでも、彼は灯台の前から離れようとしなかった。時折、
船が近づくたびに彼は立ち上がった。しかし、そこに源蔵の姿はない。何度も、立ち上がっては肩を落とすように座り込んだ。それでも、待つことをやめなかった。5年目。ある日、城はかすかに船の音を聞いた。いつものように、彼は立ち上がる。そして、遠くの波間に小さな影を見つけた。いつもと同じ、ただの通行船かもしれない。そう思いながらも、彼はじっと目を凝らした。船が島に近づく。ゆっくりと乗っている人の姿が見えてくる。それは、年老いた一人の男だった。白飴をしばたいた。この姿を知っている。この匂いを知っている。次の瞬間彼の体が反応した。全身の毛が逆立ち、震えるように尻尾を振る。白は全力で駆け出した。男の方へ、まっすぐに。その日、船に乗って島へと戻った男、それは、5年前に東大を去った源蔵だった。だが彼は、完全に記憶を取り戻していたわけではなかった。彼は長い間、病と戦いながら、自分が何者なのかを思い出せずにいて、しかし、ある新聞記事を読んだ瞬間、彼の中で何かが引けた。灯台で主を待ち続ける白い犬。その写真を見た瞬間、彼は呆然とした。頭の奥で何かがささやく。白。その名を口にしたとき、消えていた記憶の一部が呼び戻された。源蔵は無我夢中で島へと戻ってきた。そして今、目の前を全速力で駆けてくる白い犬を見た瞬間、彼の心は確信した。白。彼の声が届いた瞬間、白は飛び込むように彼の腕の中に飛び込んだ。その毛は以前よりも少し荒れていたが、ぬくもりは変わらなかった。お前、本当に待っていたのか。源蔵の声は震えていた。白は何度も彼の顔を舐めた。その動きがすべてを物語っていた。彼は一日たりとも源蔵を忘れたことはなかったのだ。そして5年の時を超えた再会の瞬間が訪れた。源蔵は腕の中に飛び込んできた白の体をしっかりと抱きしめた。白い毛は少し荒れ、痩せ細っていたが、力強く尻尾を振っていて、その瞳には、5年の歳月を超えても変わらない忠誠と愛が宿っていて、お前、本当にここにいたのか。源蔵は震える声でつぶやいた。白は答えるように、彼の顔を何度も舐めた。彼の心は揺さぶられた。長い時間が経ち、記憶のほとんどが霞んでいた。けれど、この犬の存在だけは、彼の胸に深く刻まれていたのだ。思い出の断片。源蔵の脳裏に、過去の記憶がかすかによみがえってくる。灯台の階段を上るたびに、彼の後ろをついてきた白。夕暮れの浜辺で、一緒に並んで波を見ていた日々。寒い冬の夜、ストーブのそばで丸くなっていた姿。すべてが、まるで昨日のことのように感じられた。だが、彼はそれを忘れていた。病に倒れ、意識を失い、目覚めた時には何もかもが失われていて、自分が何者なのかもわからず、5年間をただうつろに生きていた。だが、白は違った。彼はずっと信じていた。源蔵が戻ってくることを。5年もの間、たった一人で、海を見つめながら、漁師たちの言葉、源蔵が城を抱いたまま立ち尽くしていると、数人の漁師が近づいてきた。まさか、本当に戻ってきたとはな。そう言ったのは、島の物資を運んでいる年配の漁師だった。俺たちも、何度か城を引き取ろうとしたんだ。でも、どうしてもこの場所を離れようとしなくてな。
別の漁師が続けた。最初はただの犬かと思った。けど、ここまで待ち続けるなんて、もうただの犬じゃねえよ。この5年間、城はこの灯台の番をし続けたんだ。嵐の日も、大雪の日も、一度も離れなかった。玄三は言葉を失った。彼は灯台を離れ、戻ることすら考えられなかったのに、城は一度も諦めなかったのだ。再び歩き出す。玄三はゆっくりと灯台へと歩を進めた。5年間、無人だった灯台は錆びつき、扉の木材は風雨にさらされていた。城は玄三のそばを離れず、一歩ずつついてきた。扉を押し開けると、懐かしい光景が広がる。木製の机の上には、かつて彼が愛用していたランタンがそのまま残っていた。ストーブは埃をかぶり、棚には古い本が並んでいた。しかしこの灯台はまだ生きている。それは城が守り続けたからだ。戻ろうか、城。玄三がそうつぶやくと、城は嬉しそうに尻尾を振った。まるで、これが当たり前だとでも言うように。玄三はランタンを手に取り、怒りを払い、灯台の上へと向かった。5年間消えていた光を、もう一度ともすために。彼の記憶が城との再会により徐々によみがえってくる。灯台の階段を駆け上がる城。嵐の夜、寄り添いながら過ごした夜。灯台の光の下で、共に過ごした日々。彼の目から、静かに涙がこぼれた。お前が、わしをここまで連れ戻したんだな。玄三は、灯台へ戻る決意を固めた。彼が生きる場所は、あそこしかない。城が守り続けた灯台こそが、彼の帰るべき場所だったのだ。その夜、灯台には5年ぶりの光が灯った。海を照らす、力強い光。玄三は城と並んで立ち、その光を見つめていた。城は安心したように玄三の足元に座り、夜空を見上げた。ありがとうな、城。その言葉に、城は嬉しそうに尻尾を振った。彼は何も変わらなかった。5年間、ずっと待ち続けた。そして玄三は、その忠誠に応えるように、この場所へ戻ってきた。灯台の光が、夜の海を静かに照らしていた。それはまるで、彼らの再会を祝福するかのように、灯台の光が海を照らし、潮騒の音が穏やかに響いていた。玄三は、5年ぶりに灯台守としての仕事を再開した。以前のように毎晩灯台を点灯し、海の安全を見守る役割に戻ったのだ。そのそばには、変わらず城がいた。お前がここを守ってくれたおかげで、まだ灯台は生きてる。玄三がそう言うと、城は誇らしげに尻尾を振った。まるで、待っていた甲斐があっただろう、と言わんばかりの表情だった。ある日、本土の漁師や島の役人たちが船で灯台を訪れた。まさか、本当に戻ってくるとはな。漁師の一人が笑いながら言った。もうここは無人のままかと思ってたが、やっぱりお前がいるべき場所だな。玄三は照れくさそうにうなずいた。まあな。わしの居場所はここしかない。役人も安堵したように言った。灯台が再び稼働してくれるのはありがたいことだ。定期的に物資を送る手配をしておく。助かりよ。城のために少し多めにな。玄三が笑うと、村人たちは顔を見合わせ、満足そうにうなずいた。城は彼らのやりとりを聞きながら、玄三の足元に座り、穏やかに尻尾を振っていて、5年の時を超えた絆。夜になり、玄三はランタンを手に持ち、灯台の外へ出た。空には満天の星が広がり、波の音だけが静かに響いている。城。
玄三はそっと犬の頭を撫でた。お前が待っていてくれたおかげで、わしはここに戻れた。シロは彼を見上げ、安心したように小さく泣いた。これからも一緒にやっていこうな。そう言うと、シロは嬉しそうに玄三の腕に顔をこすりつけた。5年の時を経て、二人はようやく持の生活へと戻ったのだ。もう、シロが一人で待つことはない。灯台の明かりが、遠くの海を静かに照らしていた。それは、彼らの絆の証のように、エピローグ伝説となる物語。それから数年後、シロと玄三の物語は島の人々の間で語り継がれるようになった。5年間、灯台で主を待ち続けた犬中堅シロ。その話は新聞や本にも取り上げられ、訪れる人々の心を打った。ある時、若い子供が灯台を訪れ、玄三にこう尋ねた。本当にこの犬は5年間ずっと待っていたんですか？玄三は笑い、シロを撫でながら答えた。そうさ。この灯台を、わしの代わりに守ってくれたんだ。その子供は感動したようにシロを見つめ、その後ろで波が静かに揺れていた。シロと玄三の物語は、これからもこの灯台と共に生き続けるだろう。そして、今日も灯台の光が、夜の海を照らし続ける。終わり。この灯台物語が、誰かの心に温かい灯火を灯せたら嬉しいです。このチャンネルでは犬の感動ストーリーを配信しています。人生の気づきやヒントを得る貴重な本チャンネルをぜひ登録しておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。